内見動画好きの皆さん、こんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いやー、しかし毎日暑いですね。こう暑いと撮影も本当に億劫になってしまいます。そんなわけで本日は京都府北部にございます京丹波町小畑というところから田舎暮らしされたい方にはぴったりな日本家屋をご紹介させていただきます。今見ていただいているのは地域の公民館になっております。この手前の中にですね、倉庫の中にトラクターが入ってたりするんですね。はい、結構広い公民館がございます。この下下がるとですね、駐車場もありまして、基本ね、車止まっていることないんですけども、ここに止めたりね、することもできそうな感じです。そして、今回ご紹介させていただくお住まいは、この坂の上を上がった奥のお住まいになります。ちなみに今回ご紹介させていただくお住まいには、田んぼと畑とついてきまして、そのあたりをね、先にご紹介したかったので、下から今日は撮影させていただいております。まずこの手前に見えます、この耕された畑も対象不動産になっているんですが、こちらについては今現在、地域の方に使用貸借で使っていただいているということで、これから何かね、植えられて、野菜を育てられるんではないかなという感じですね。で、この道を上がっていくと、手前に何軒かお住まいがあったりするわけなんですが、この道を上がっていただいた先に今回ご紹介する物件がございます。この辺のね、山水なんかもいい感じで流れてまして、ただ、めちゃくちゃ暑いのと、この坂道がね、微妙に体力を奪ってくるんですよね。はい、この辺りもね、ちょっとまた刈らないと草が生えて道がね、歩きにくくなっていくのかなという感じですね。この道を上がっていきますと、龍福寺というお寺がありまして、この道はちょうど参道になってるんですね。さらにですね、今回ご紹介させていただく物件には、この今草が生えているこの道路沿いのこちらの物件も対象不動産となっております。これはまた日を改めて草刈りしたいなというふうに思っていまして、この石垣の上に立つお住まいが今回ご紹介させていただくお住まいとなっております。いや、とにかく暑い。ということで、本日はこちらをご紹介させていただこうと思います。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは、行ってみよう。はい、改めまして本日はこちらの中古戸建てをご紹介させていただきます。いやー、改めて見ると、とてものどかですね。そして今回このご紹介させていただくお住まいなんですが、前回まではこのような状態でした。はい、草がぼうぼうだったんですね。昨日京都で草刈り入っていただきまして、非常にきれいに草を刈っていただきました。ということで、今回はこちらの物件をご紹介させていただこうと思います。物件の販売条件につきましては、ぜひ概要欄をご覧いただきたいですね。はい、よろしくお願いいたします。まず敷地なんですけども、めちゃくちゃ綺麗に刈っていただいてますね。この辺りも木が結構植わってたんですが、すべてカットしていただきまして、この辺りも見事に草を刈っていただいております。さらにこちら、段々になっているこの部分も今回の対象不動産になっています。さらにこの傾斜部分に草が生えないように防草シートを貼っていただいてるんですが、この部分からね、隙間から若干草が生え出してきてあります。さらにこの奥に龍福寺というお寺がありまして、これから夏のシーズンにつきましては、参拝でこの参道を歩かれる形になっていきます。そして今回の対象不動産の中に、こちらの部分も敷地に入っております。うまくここをね、
耕していただいたら畑としても使っていただけるんではないかなと思うんですが、意外とこの辺りは栗を植えると面白いかもしれないですね。見事に買っていただいております。この段々から今回のゲームをよろしくこのようになっています。さらに眺望はこのような形で、はい、四季折々の移ろいを楽しんでいただける物件になっているかと思います。さらにですね、今回の大正不動産のこの道路を挟んで、こちら側に私の車を今1台止めさせていただいてるんですが、奥の小屋も今回は物件としてついております。中はね、結構荷物がたくさん入っておりまして、こちらの車庫につきましても今回は大正不動産に含まれております。軽自動車はついてないんですが、はい、このように農機具なんかはそのままお引き渡しさせていただく形になっております。そして、このコンクリートの部分なんですけども、以前こちらにも家が建ってたようなんですが、ここは解体されて駐車場としても広くご利用いただくことができまして、バーベキューなんかしていただいてもいいかもしれないですよね。敷地に入っていただくと、こちらに、はい、草がたくさん入ってるんですが、ここはため池のような形になってまして、こちらに以前はスイカなんかをね、置いてつけて冷やしていたということでお聞きしております。わあ、この辺りの木も結構たくさんあったものをすべてきれいに刈っていただいてますね。で、この傾斜部分にも草が生えてて、上に小さな小屋が見えるかと思うんですが、あちらも敷地になっております。さらにこちら、ちょっと屋根がですね、ちょっとひしゃげてるんですが、これは雪の重みでちょっとね、軒の部分が下がってきてるみたいなんですけれども、こちらの納屋スペースについても、こっち側がね、ちょっと開かなくて、こっちから開けるんですが、中については、このように、はい、壺とかですね、植木鉢とかですね、そういったものがたくさん置いてある状態になっています。必要であればね、うまく利用していただいてもいいかなという感じですね。そして建物の裏側については、以前はこのような状態でした。それを今回このようにですね、綺麗にカットしていただいて、人がね、通れるような状態にまで持ってきていただきました。建物につきましては、オール電化になっておりまして、給湯につきましてはこちら、電気温水器になっております。続きまして、この建物の正面部分をご紹介させていただきます。この階段を上っていただきますと、ここも結構広いですね。で、このマスにつきましては、浄化槽になっていまして、京丹波町管理の浄化槽になっております。なので、普通の下水のような形で使っていただけるという形ですね。はい、建物につきましては、昭和41年建築、築59年の建物となってまして、この床下を覗いていただくと、ちょっと獣が入りやすいような形で穴が開いてたりしますね。空き家にしてしまうとどうしてもね、床下に獣が住み着いてしまったりするんでね、そのあたりの対処はちょっと必要になってくるかなといった形の建物となっています。さらにここから見下ろす眺望はこのように山々に囲まれたとてものどかな住環境になった日本家屋となっております。この四季の移ろいがね、変わっていくのがすごく良かったということで、売り主様からもお話をお聞きしております。さらにこちらの物件につきましては、なんと奥にこのような蔵があるんですね。で、以前まではこのような状態でした。はい、草がうっそうとしておりまして、この蔵の全容が分からなかったんですが、今回時間をかけてですね、業者様にカットしていただくことによって、この蔵の全貌が分かるようになりました。さらに手前にですね、こちら、散水栓があるんですが、当然ひねっていただくと水が出るんですけども、これはどうも山水のようですね。なので、山水を管理している方がいらっしゃるみたいなので、費用はかからないみたいなんですが、その辺のね、メンテナンスを一緒にしていただくような形になるかというふうな水道がついております。それでは、この蔵もね、中見ていきたいと思います。
いしょ。結構建具はね、やっぱ重厚感があってかなり重たいですね。で、中については、下はもう完全に土間のような形になってて、大きな石がね、点在してて、これ昔の、これ壺ですね。かまどかなと思ったんですけど、違いますね。はい、中はこのようになってまして、さらにね、上に上がれる階段があるわけなんですが、これに上がってみましょうか。で、こちら、中については、よいしょ。これ昔の長持ちがあったりして、こちらにも結構段ボールがね、いっぱいあったりするんですが、ちょっと中まではね、開けないですけども、蔵の中はですね、こうやって見ていただくと、梁もしっかりしていて、外の壁はね、若干落ちてましたけど、中を見る限りは、そんな崩れてる感じもなく、うまく再利用していただけたら、面白い空間になるんではないかなといった形の蔵がついております。はい、一旦蔵を出まして、この外周をぐるっと回っていきたいと思います。ほんと、この間まではね、全然人が入れないぐらい草が生えてて、自分で刈ろうと思ったんですけども、ちょっと自分でやるにはもう日が暮れそうだなと、いや、逆にいつ終わるか分からないっていう状態だったので、今回は業者さんに依頼をして、このようにきれいに草をカットしていただきました。もうバッチリぐるっと回れますね。はい。外についてはこのようにやってますんで、はい。草刈りもね、一つの楽しみとして遊んでいただきながら、この辺りにね、車を止めていただいて、友達なんかを呼んでいただいて、バーベキューを楽しんでいただくっていうことができそうなお住まいかと思います。それでは、早速気になる室内をご紹介させていただきます。オープン。築59年とは思えないぐらい内装はすごく綺麗ですね。で、土間スペースは比較的少ないんですけれども、天井高がすごく高い玄関スペースになっております。ちなみに手前にですね、このような液体が置いてあるんですが、これは木作液で、獣が嫌う匂いを発する液体だそうで、どうしても空き家にされてたことも多かったので、これを置くことによって、獣が住み着かないような形で配慮されているそうです。それでは、まず玄関上がらせていただいて、この左手のお部屋からご紹介させていただきます。約6畳の洋室なんですが、かなりたくさん荷物を置いておられるので、ちょっと広さがなんとなくね、伝わりにくい感じがしますね。はい、一応エアコンがついている6畳の洋室になっております。ちなみに、こちらからも出入りできるようになっているので、2way で出入りができる洋室となっております。さらにこちらに引き戸があるんですが、こちらを開けていただくと、こちらは約8畳の和室になっております。ここはちょっとね、小上がりになってますので、天井高は一般的な高さになっているかなという感じなんですけれども、和室もね、そんなに傷みもなく、非常に綺麗な状態ですね。こちらも一応エアコンがついております。この障子を開けていただくと、はい、裏側の先ほどね、通れなかったといった敷地につながっておりまして、奥から見ていただくとこのようになっております。さらに、こちらに引き戸があるんですが、こちらは、はい、こちらも約8畳のダイニングキッチンとなっております。こちらは、この和室と違って、まだ一段下がっている形になってまして、でも天井高は、ちょっと高いのかな。はい。正方形な8畳のダイニングキッチンとなっております。このように食器棚とか食器類、その他生活用品はそのままに今回はお引き渡しをさせていただきます。オール電化になりますので、キッチンは IH クッキングヒーター。一応ね、エアコンがついてるんですが、一応ね、これ動かしてるんですけども、結構快適に今動いております。
ただ古いものなので、いつ故障してもおかしくないかなといった形ですね。で、冷蔵庫もそのままに、買っていただいたらそのままお済みいただけるような形でのお引き渡しとなっております。続いて、この廊下ですね。歩いていただいて奥に進んでいただくと、今先ほどご紹介したダイニングキッチン、その反対側については、こちら、洗面化粧台がついております。こちらもね、3.9 灯で電気温水器でお湯を沸かしてお湯が出るような形になっていまして、洗濯機置き場と手前に扉が2つあるんですが、手前が男性用のトイレがございます。そしてその奥は洋式のトイレがついておりまして、このウォシュレットは壊れているそうです。ただ水洗としてはご利用いただけます。さらにその奥については、こちらが脱衣スペースと、珍しくこちらが一坪タイプのユニットバスになっております。この辺りをやっぱ費用をかけてしまうと結構お金がかかるんですが、この辺りね、清掃していただいたらそのままご利用いただけるところがポイントではないかなというところと、大きな窓もついておりまして、追い焚き機能は今回は残念ながらついてないようですね。また玄関に戻りまして、今度はこちらのですね、引き戸を開けていきたいと思います。この扉のこのガラスも昭和レトロな感じしますよね。なかなかこういう扉、今は見ることないですよね。では、開けさせていただくと、やっぱり広いですね。田舎ならではの田の字型で広がる和室スペースになっております。ほとんどね、手入れなく、そのままゴロンとね、くつろいでいただいて、生活できそうですね。中はね、確かに暑いんですけど、外に比べるとまだマシですね。扇風機を一つね、回してる程度で、全然、この窓さ開けていただいたら、暮らしていただくことはできそうですけどね。で、こちらが縁側なんですけれども、縁側は隣までつながっておりまして、この縁側も、結構ね、どの家もね、沈んでたりするんですが、すごくしっかりした板間スペースになっています。さらに、この窓ですよ。木枠で一枚もんのガラスが入っていて、これなかなかね、今作るのできないと思うんですよね。これだけでも結構価値があるお部屋となっております。そしてその隣も約8畳の和室になっておりまして、おそらく京間サイズだと思うんで、通常の8畳よりも広く感じますね。さらにこちら、床の間スペースと、こちらもそうですね。その横はお仏壇で、この辺りは全てね、魂を抜いていただいた状態に今現在なっております。奥から見ていただくと、このような8畳の部屋が2つつながっております。さらにですね、こちらも同じく8畳なんですが、こちらは結構荷物をまとめておられるんで、この辺りは手入れは必要かな。いらないものは処分していただくような形になるかと思います。ちなみにこんなね、テーブルなんかも結構しっかりしてるんですよね。なんか価値がありそうなものかちょっと分かりませんけれども、そういったものもついておりまして、さらにこちらが縁側スペースになっております。先ほどご紹介した蔵がここからもね、見て取れますね。以前はね、本当にここ草だらけだったんで、あの蔵をね、眺めることはまずできなかったんですけども、今はしっかりね、蔵を見ていただくこともできるようになっております。さらにここもね、収納スペースなんですが、この辺りは、ちょっと立て付けはね、ちょっと重たいですけども、開くのは開きますね。お布団なんかがしまってある状態ですね。奥から見ると結構荷物は多いです。で、こちらが建物の後ろ側の縁側スペースになっておりまして、ここもね、あんまり床の傷みは感じないですね。そしてこちらが6畳の和室になっております。ここもね、結構荷物がたくさんありますね。で、先ほどこれ撮影前に実はお掃除させていただいたんですけども、ここにね、掃除機があるんでね。で、思ったことが一つあります。田舎の物件ってコンセントないんですよね。そう。だから、こういうね、
配線を引っ張ってきたりとか、あとは延長コードで伸ばして使うっていう感じのどうも使い方になるんですよ。確かに壁がないんですよね。ないからコンセントがそもそも埋め込めないっていうところが、田舎物件の、あるあるなのかなっていうことを今日撮影しながら実は思いました。はい、ということで1階は以上になります。続きまして2階なんですが、2階はこの後ろ側の縁側からこの階段を使って上に上がっていただくような動線になっているんですが、この奥にもね、扉がありまして、こちら開けていただくと、結構最初の段階でご紹介した和室とつながっております。奥がキッチンスペースですね。こちらからも出入りできるようになっておりまして、一応こちらに襖が2つあるんですが、階段の下の収納スペースになっております。ちなみにこちら開けますと、なんと金庫があるんですね。開かずの金庫なので、開けてしまったら何かいいものが入っているかもしれない。そんな感じの、頑丈な金庫がございます。では、改めてこの2階をご紹介させていただこうと思います。階段は、古い建物なので、ちょっと急勾配な階段スペースになっています。で、上がっていただくと、手前が和室スペースなんですが、こちら後ほどご紹介させていただくとして、まず左手側のこちらの扉開けていただくと、こちらは約 4.5 畳の洋室になっております。はい、ここも結構荷物がたくさんありますね。はい。雑然と置いてあるわけではないんですが、それなりにね、敷地が広いんで、やっぱり物は捨てずにね、貯めていかれるっていうところが、あるあるなのかなという感じがしなくもないですね。そしてさらにですね、こちら奥にも扉がありまして、こちらについては約6畳の洋室になっております。こちらはね、結構幅の広い板間スペースになってるんですよね。で、壁は土壁になっております。奥はこちらもね、結構たくさん荷物があって、この辺りの、これ多分ヒノキで作られた洋タンスですかね。着物なんかをしまっていただくタンスがあったりとか、この照明は本当に物置で使っておられたんでしょうね。で、ここにもタンスがあって、奥は約半畳ほどの収納スペースなんですが、こちらも荷物がぎっしりといった形のお部屋となっております。最後はこちらのお部屋ですね。はい、6畳のお部屋が2つ並んだ、2つつなげていただくと12畳というお部屋となっているんですが、こちら壁一面は収納スペースになっておりまして、結構ね、だいたい布団とかがしまっている感じですね。はい。こっちもどうでしょうか。こちらもとか、それなりに物が入っておりました。で、こちらがですね、木製の建具で、このすりガラスもね、先ほどと同様になかなか見ない昭和レトロな建具になっております。奥についても、お布団とか洋服などが結構たくさんございます。時間をかけてね、お宝探しも面白いかもしれないですね。現状での引き渡しとなっております。最後はやっぱりこちらをね、皆さんにお見せしたかったんですよ。この扉開けていただいた時の、このお部屋から見る眺望はこのようになっております。車通りもほとんどなく、鳥のさえずりが聞こえて、四季の移ろいを眺めることができる、とてもね、高台にあった中古戸建てとなっております。ぜひご興味ある方はお問い合わせいただけたというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回一番印象に残ったのは、やっぱり部屋から望む田園風景ですね。家の周りにはたくさんの田畑が広がって、田舎に移住したいというだけではなく、実際に自分でお米や野菜を作りながら暮らしてみたい、そんな方には非常に面白い物件だと思います。母屋も 10DK とかなり広く、さらに倉庫や車庫もありますので、農機具を置いたり、趣味のスペースとして使ったりと、田舎暮らしならではの使い方ができそうです。立地的には少し坂を登らないといけないという点はあるものの、それが高台からの眺望をより際立たせてくれています。
都会ではそう味わうことができない季節の移り変わりを身近に感じながら生活できるのがこの物件の最大の魅力ではないでしょうか。ただ敷地が広いので真夏の草刈りは想像以上に大変ですが、実際に現地を見てみたい、土いじりを兼ねて農作物を作ってみたいという意欲的な方からのお問い合わせをお待ちしております。そんなわけで本日は京都府船井郡京丹波町小畑より高台から四季折々の移ろいを楽しみながら農作物を自身で作る畑がついた 10DK の日本家屋をご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたら、こちら弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。また地方の空き家物件をお持ちの方で売却したいけどなかなか売れずにお困りの方、ぜひその物件動画でご紹介させてください。特に現在関西方面の田舎暮らしができる物件を募集中です。そのような物件をお持ちの方はぜひ YouTube を見たとお電話ください。遠方の方でもオンラインで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、草刈りに泣いて景色に癒される。本日もご視聴いただきありがとうございました。